いよいよ始まりましたジークアクスの第1話。テレビ版では主人公をマチュを中心とした怒涛の展開で物語が一気に動き出しました。カラーならではの要素が随所に見られて、エヴァなどが好きな方も馴染みやすいのではないでしょうか。今回はそのテレビ版第1話について、劇場先行版を見ていない方にもわかるように時代背景や小ネタなどをわかりやすく解説考察していきたいと思います。なお本動画は劇場先行版を含めたジークアクス全ての展開に関するネタバレを含みますので、未視聴の方はご注意ください。まず冒頭では2機のザクが取っ組み合いしている様子が見られます。ここで面白いのがカラーならではの躍動感ある動き。これは私の場合ガンバスターが好きなのですが、従来のサンライズ系ガンダム作品というよりはカラーならではのモビルスーツの動かし方、映し出し方が見られるようになっています。しかも黄色の装飾が施されたザクの方には黒潮建設と書かれています。黒潮建設といえばエヴァでも登場する名前。さすがにエヴァと世界観がつながっているということは考えにくいと思いますが、これはカラーならではのお遊び要素なのではないでしょうか。なおザクの目が青色に光っており、これは作中で戦闘用インストーラーデバイスを使用すると赤目になるということが明かされています。つまり民間に降ろされたザクはあくまでコロニーの外壁修理などに使われるモビルワーカー的な役割をするのみにとどまっていると思われます。さて取っ組み合いをするザクの前を横切るのは強襲揚陸艦ソドン、いわゆるホワイトベースですね。ジークアクスの世界では一年戦争でアムロが乗るはずだったガンダムにシャアが登場したことから歴史が大きく変わり、ジオンが勝利した世界となっています。そして宇宙世紀0080に終結した一年戦争から5年後の宇宙世紀0085が物語の舞台となっています。本来の宇宙世紀では一年戦争終結から5年の間にベラーズ紛争が勃発し、ガンダム GP シリーズや強襲揚陸艦アルビオンが登場。0085以降のゼータガンダム序盤ではさらに強力なモビルスーツが多数登場します。しかしジークアクスの世界では一年戦争から5年が経過しているにもかかわらず、当時使用されていたソドンが未だに運用されています。つまり本来の歴史と比べて技術発展の方向性やスピードに差異があると考えられます。劇中ではザクは民間企業に払い下げられていたという話がありました。このことからジオンは軍用モビルスーツには最新技術を導入した新型機を投入しつつ、旧型は民間に回すという運用方針が垣間見えます。正史では一年戦争終結後、勝利した連邦軍がジオンの技術力を吸収し、主にアナハイムエレクトロニクスがジオン系モビルスーツの技術を含めた新型機の開発を進めていきました。そのためジークアクスでは一年戦争中はジオンがシャアの活躍でガンダムのダッシュに成功し、リバースエンジニアリングで新型機開発を行っていましたが、終戦後に連邦の技術を全て吸収して新兵器の開発を行っていると考えることができそうです。しかしその5年後の世界にもかかわらずソドンのような旧式の艦艇が運用されており、さらに民間のザクを見たシャリアブルが連邦の敗残兵の食いぶち合戦でしょうと言っているため、一年戦争終結後敗戦国である連邦とジオンの間に大きな戦争が起きておらず、軍用モビルスーツの兵器開発にそこまで力を入れる必要がなかった5年間だったと考えることができそうです。第1話ではサイド6でジークアクスは赤いガンダムと交戦。軍警に見つかってしまいました。宇宙世紀の正史ではもともとサイド6は地球連邦にもジオンにも属さず中立を貫いていたコロニー軍です。そのためジークアクスの世界においても一年戦争終結後もそのまま中立国としての立場を保っているものと思われます。この背景から軍警もサイド6独自の警察組織として運用されており、ジオン側がある程度意見を述べることはできるものの影響力には限界があるようです。また軍警は赤いガンダムを捜索する際、住民は不法移民だから好き勝手しても良いという考えで荒らし回っており、アンキーがジオンが戦争に勝ってもスペースノイドは自由になれないと言っていました。宇宙世紀の世界では地球の人口が増えすぎたことにより人々が宇宙へと逃れるような状況が生まれました。一年戦争時にはコロニー落としにより
約50億人もの人々が命を落としたにもかかわらず、それでもなお人口過多の問題は解決されず、地球から宇宙への移民は続いています。ジークアクスの世界では、ジオンが戦争に勝利し、スペースノイドの自治権を獲得することに成功しました。しかし、たとえ自治権を手に入れたとしても、地球の過剰人口という根本的な問題が解決されたわけではないので、結果として地球からスペースコロニーへの移民が止まらないので、スペースノイドたちも居場所を失うものが多く、真に自由とは言えない状況に置かれているということを示しているのではないでしょうか。また、サイド6の人々からすれば、この不法移民たちがアースノイドであれスペースノイドであれ中立国である自分たちのコロニーを脅かしかねない存在になるため、軍警も彼らに対して容赦ない扱いをしているのだと思われます。アンキーはいつまで経っても苦しいままだと言っているので、地球からの不法移民が減らなければ宇宙にいる人々も苦しみ続けることになる現状を物語っているのではないでしょうか。続いてはシャリアブルが自分の目的を話すシーン。ここではシャアの出自についての話をしました。この時小森少尉は、シャアはジオン大君の忘れがたみという噂だけど都市伝説だと言っていました。しかしシャリアは、キシリア閣下はそう思っておらず、それを確かめるのが私の目的ですという答え方をしています。本作の世界ではドズルを除くザビ家一派が生存し、世界を支配しています。一年戦争終結後、大きな戦乱が起きていないと考えると、もはやこの世界で連邦は敵となり得ない状況にあります。しかし万が一シャアが生存していた場合、ジオン大君の息子なので、民衆がザビ家ではなくシャアを支持する可能性が高く、ザビ家にとって最大の脅威になり得ます。そのためキシリアは極秘裏にシャアの捜索を命じていて、もしシャアが生存しているなら、場合によっては抹殺を目論んでいると考えられます。ただ劇場版ではシャリアがギレンとキシリアの2人の上官の間でどちらに従うのか悩んでいた中、シャアからその葛藤を見抜かれ、シャアがニュータイプのための世界を作り出すことに協力する姿勢を見せているので、シャリアがシャアを本当に見つけることができた場合、すんなりとキシリアの元にシャアを連れ戻さずにシャアに協力して打倒ザビ家に動く可能性もあります。つまりシャリアの目的は、表向きはザビ家の敵となるシャアの捜索及び生存していた場合は抹殺、真の目的はシャアを発見し、シャアの理想のために尽力することだと思われます。次のシーンではシャリアはオメガサイコミの使用許可を出しました。この時ソロンクルーからジークアクスはオメガサイコミの不使用を条件に月面都市グラナダから借り出したのではと言われるも、赤いガンダムを止められるのは同じ力を持つガンダムクアックスだけだと答えて、平気で約束を破る命令を出しました。この命令が平気で出せる理由もキシリアが絡んでいればつながります。ソドンクルーは任務の内容をシャアの捜索としか聞かされていません。しかしシャリアがグラナダにいるキシリアからシャアが生存していた場合は抹殺することまで命じられていた場合、赤いガンダムを撃墜できる性能を持つガンダムが必要です。そのために用意されたのがガンダムクアックスとオメガサイコミュなのだとわかります。ただしシャアを抹殺することまで任務に含めてしまうと、なぜ一年戦争でジオンを勝利に導いた英雄であるシャアを殺すのか。まさか本当にシャアは大君の息子なのかというクルーたちの疑念につながりかねず、大君派の増長につながります。そのため任務内容としては、クルーにはシャアの捜索までが伝えられており、シャリアだけはシャアを抹殺できるのなら何をやってもよいとキシリアから命じられていると思われます。ちなみに劇場先行版ではキシリアがニュータイプ恐るべしと発言しているので、ジークアクスの世界でのシャアがいかに強すぎるかがわかるようになっています。この経験からキシリアは赤いガンダムを倒す最強の力としてジークアクスとオメガサイコミュの開発を進めたのではないでしょうか。正史ではアムロは一年戦争で活躍したがゆえに後年には連邦軍に軟禁状態に置かれてしまいましたが、シャアの場合は高いニュータイプ能力に加えてジオンを転覆できる大君の維持という唯一無二のブランドを持ちます。そう考えるとジークアクスの世界での危険度はアムロよりもはるかに高いと思われます。ちなみにパイロットのエグザベはフラナガンスクール主席の才能と言われる人物。
フラナガン機関はグラナダにあるようなので、エグザベもキシリアの手引きにより赤いガンダムを撃墜するために用意されたパイロットなのだと思われます。またシャリアはこれ秘密作戦なのでもろもろよろしくと軽い感じで言っていますが、これは表向きはシャアの抹殺のためならオメガサイコミを使っても良いと許可をもらっていることをクルーに言えないため、あえてお茶を濁した軽い言い回しをしているのかもしれません。なおこれに対してエグザベは秘密作戦ってまだシャリア中佐は戦争しているつもりなのかと言っていました。ザビ家にとってシャアの生存はある意味戦争よりも危険なので、ここでもシャリアが受ける真の作戦とクルーの考える作戦の認識の差があるのではないでしょうか。次にジークアクスのオメガサイコミの起動についてです。まずエグザベはオメガサイコミは特殊ですが僕に使いこなせますかとシャリアに聞いていました。またジークアクスとの戦闘中にコントローラーを動かしながらサイコミコントローラーならもっと反応できるのにと話していました。つまりエグザベはサイコミの使用経験はあるもののオメガサイコミを使った経験がなく、オメガは未知数のサイコミ兵器ということがわかります。さらにコントローラーを動かしまくったらたった数分の戦闘にもかかわらず操縦系に警告が出ていました。ニュータイプ同士の戦いでは通常の機体のコントローラーでは制御が追いつかないどころか機体に負荷をかけすぎてしまうようです。つまりニュータイプと戦うにはサイコミューコントローラーを用いた操縦が必要不可欠な世界だとわかります。この後スモークを出して姿を隠していましたが、スモークも戦闘用というよりは作戦の秘匿性から緊急時に行方をくらませるようにするための機能なのではないでしょうか。マッチがジークアクスに登場した際、操作方法がわからず困っているとハロがロックが外れると言って、その後オメガサイコミが起動しました。そもそもアンキーが持っていたハロがなぜ初めて乗るジークアックスのサイコミュに反応するのかは今のところ明かされていませんが、もしかしたらこのハロにはサイコミやミノフスキー粒子に反応して何かを感じ取ることができるミノフスキー粒子センサーが仕込まれているのかもしれません。宇宙世紀の生死におけるハロは3社という企業が開発したペットロボットという設定があり、一年戦争終結後も販売されていました。しかしブームは1年も続かずに収束し、製造元も早々にアフターサービスを終了しました。ジークアクスの世界でもこの設定を踏襲しているとすれば、アムロが自ら改造したハロとは別に3社が開発したマスコットロボットが存在していてもおかしくありません。本世界では赤いガンダムが活躍し、一年戦争の終盤には簡易型ガンダムが開発されているため、サイコミュ技術の一部が民間にも流通している可能性も考えられます。仮にそうでなくともミノフスキー粒子を感知できるセンサーをハロに組み込んでいれば、ニュータイプが発するカンノウ波はミノフスキー粒子を振動させるもので、サイコミュ兵器はカンノウ波を受信して動かす機器なので、ニュータイプのマッチュがカンノウ波を発してオメガサイコミュを起動した時、ハロがマッチュのカンノウ波とジークアクスのサイコミュ受信機のカンノウ波をミノフスキー粒子の振動としてセンサーで受信していれば、オメガサイコミュの起動を感知できたことに説明がつくのではないでしょうか。特にアンキーたちはザクを所有してクランバトル向けの戦闘ができるよう改造しているくらいなので、ミノフスキー粒子を検知するセンサーを持っていてもおかしくなく、それをハロに組み込んでいたと考えられそうです。マッチが登場して以降はマッチが防御するような姿勢をとっただけで、機体も同じような姿勢をとっていました。つまりコントローラーを使わなくても完全に機体を動かすことができる。これがオメガサイコミュの力だとわかります。生死の場合、宇宙世紀 WO87 頃のグリプス戦役ではゼータガンダムに純サイコミュのバイオセンサーが搭載されていましたが、これは搭乗者の思念に反応して能力を増幅するという程度で、操縦桿は自分で動かす必要がありました。ジークアクスのオメガサイコミュのような操縦桿なしで完全に機体を動かせるサイコミュというのは、生死だと宇宙世紀 WO96 に登場したユニコーンガンダムのインテンションオートマチックシステムなどになるので、サイコミュ技術の進歩が10年ほど早まっているとわかります。この理由に関しては、そもそもサイコミュはジオンのフラナガン機関が開発した技術です。宇宙世紀の生死においてはジオンは一年戦争に敗北し、その結果としてサイコミュ技術はニュータイプの存在に懐疑的だった連邦軍の管理下に置かれることになりました。そのため
ジオンの配送先であるアクシッズなどでは、独自の思想の下で、ニュータイプ研究やサイコミュ技術が継続、発展していきました。また、一方で、連邦軍も、やがて、ニュータイプや強化人間の優位性に着目し、徐々に、その分野での開発を進めていくようになります。とはいえ、サイコミュ技術に対して、最大の開発資金と技術力を持つはずの連邦やアナハイムエレクトロニクスが、当初は積極的に投資していなかったため、結果として、サイコミュの成熟には、長い時間を要したと考えられます。しかし、ジークアクスの世界ではジオンが勝利し、国家としてサイコミュ兵器の開発に積極的に取り組んでいるため、技術革新のスピードが生死よりも大幅に早まっていると考えられるのではないでしょうか。ジークアクスが赤いガンダムを倒すために開発された機体と考えると、オメガサイコミュはユニコーンガンダムのファンネルジャックのように赤いガンダムに対して優位に立てる何か特殊な機能が搭載されているかもしれません。ということで、以上、ジークアクス第1話の解説考察でした。ぜひ皆様が感じた感想や今後の展開などもコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。